ソフトペダルをすべて踏んだ状態、離した状態、半分まで踏んだ状態。こんにちは。今回はソフトペダルの使い方について解説します。つまりソフトペダルの使い方が今一つわからないなという方のための動画です。ピアノには2本ないしは3本のペダルがついています。一番左にあるソフトペダルの使い方、悩んでいませんか？一番多いのがソフトペダルっていう名前の通り、ソフトな音のところ、つまりピアニッシモのところだけで踏んでしまっていませんか？ソフトペダルを踏むと音が小さくなる。確かにその効果もあるんですけれど、ソフトペダルは音量だけでなく音色も変化させることができるペダルです。もし皆さんが音量の変化だけを目的にソフトペダルを使っているとすれば、それはソフトペダルの機能や魅力を最大限使いこなしているとは言えないと思います。じゃあどんな風に踏んだらいいか、それを解説していきたいと思います。ズバリソフトペダルの踏み方は耳で決めていくということです。つまりソフトペダルを踏むもしくは踏まない、まるでオンオフのように踏み分けるのではなくて、踏み加減を耳で決めて足をコントロールしていきます。ではその踏み加減によってどんな変化が起こるのかをまず見ていきましょう。グランドピアノのソフトペダルを踏むとどのようなことが起こるか知っていますか？この端よく見ててくださいね。踏みます。はい、このように鍵盤が右に動く。このように鍵盤がソフトペダルを踏むと右にシフトします。これはピアノの弦を叩くハンマーも実は一緒に右にシフトするということになっています。ここで話が少しそれますが、シフトペダル、つまり横にずれるということですね。シフトペダルと呼称する方が、僕はこのペダルの性格をよく表していると思います。どうしてもソフトペダルって聞くとソフトなところ、つまり音が小さなところだけに使うペダルというふうに思ってしまいがちなんじゃないかと思うからです。さて、ではより細かくソフトペダルの仕組みを見てみましょう。ソフトペダルを踏んでいないときはこのように3本の弦を下からハンマーが打つようになっています。ここで着目したいのは、ハンマーが弦に当たるところは繰り返し打鍵されることで硬くなっていくということです。ハンマーの弦と当たらない箇所は硬くなっていないところのまま残っていますね。ソフトペダルを踏むとハンマーは右にシフトして弦を2本のみ打つことになります。ここで皆さんに気がついてほしい点は2つあります。1つはもちろんハンマーが2本のみの弦を打つことです。もう1つは打鍵した時にハンマーは当たらないけれども解放された弦が1本あるということですね。この解放された弦は音が鳴っている他の2本の弦とは振動の波長がずれます。そのため減衰時間が長くなるという効果をこのソフトペダルで生み出すことができます。聞いてみてください。まずペダル何も踏まずに弾いてみます。はい、だいたい18秒ぐらいだったかなと思いました。ではソフトペダルを踏んでもう一度同じタッチで弾いてみたいと思います。はい、というように音が消えてさらにこの1本残ってる弦に響いてる感じっていうので続いていく。
っていうのが録音で皆さんに聞けているといいんですが、ソフトペダルはオンとオフというように踏み分けるんではないですよというお話をしました。それでは少しずつ段階で踏み分けた時の様子を見てみましょう。半分程度ハンマーがシフトするように踏んだ時、このようなことが起きています。このスライドを見て気がついた人はすでにソフトペダルの使い方をマスターしつつあると言えます。ここで着目したいのは、ハンマーは右にずれていますが3本の弦全てを打っていること、そしてその場所がハンマーの硬くなってしまっていないところということです。これら3つの状態、踏んでない時、全て踏んだ時、半分まで踏んだ時ということを頭に入れてソフトペダルを徐々に踏んでみます。一緒に聞いてみてください。ソフトペダルを全て踏んだ状態、離した状態、半分まで踏んだ状態では、ここから徐々に踏んでいってみましょう。まず踏んでない状態、ほんの少し8分の1程度だけ踏みます。どうでしょう、これまだ3本弦に当たってますけれども、ほんの少しだけ柔らかい箇所が当たる。これ全くない状態、ほんの少しだけ。これだけでも随分印象違いますよね。もうほんの少しだけ踏み込んでみます。はい、先ほどよりもまた少し違う。半分ぐらい。だいぶくぐもりが増えてきましたよね。さらに踏み込みます。3分の2あたりでしょうか。これはもう弦が2本にほぼなってるかなっていう感じしますね。さらに踏み込んで4分の3あたり。すべて踏みます。このように微妙な音色のグラデーションを作ることができます。皆さんもぜひグランドピアノを弾かれる際はいろいろ踏んでみて試してみてください。グランドピアノと言ったのには訳があります。実はアップライトピアノの一番左側のペダル、ソフトペダルはグランドピアノと同じ機能ではありません。グランドピアノのようにハンマーが右側にずれて弦に当たる箇所を変えたり弦を打つ本数を変えるという仕組みではなくて、縦型の弦がありますよね。そのハンマーがこのような動きをしているとしたら、踏むとこの距離が半分になります。つまり同じソフトペダルと呼ばれていますけれども、仕組みが全く違うということです。アップライトピアノのソフトペダルはこの打鍵する距離が短くなりますので、主に音量に作用するペダルということができます。実はこのアップライトピアノにしかないこの機能をグランドピアノに持ち込んだのがファチオリというイタリアのピアノメーカーです。昨年行われたショパンコンクールでも話題に上りましたね。ファチオリの一部のピアノには4本目のペダルがついていて、このアップライトピアノのソフトペダルと同じ機能、ハンマーが弦を打つ距離を半分にするというものがついています。僕は一度都内のファチオリのショールームでコンサートをさせていただいたことがあるんですが、その時にこの4本のペダルのついたフルコンサートグランドを弾かせていただいたことがあります。もちろんその場でその4本を全てうまく使いこなせるということはできなかったですが、とても興味深い仕組みだと思いました。このピアノは当時来日したばかりのジャズの巨匠ハービー・ハンコックが来日公演に使ったピアノということで、彼のサインもフレームに書いてあって、大ファンの自分としてはすごく感激したことを覚えています。次回はソフトペダルの実践編です。お楽しみに。